こんにちは。こんにちは。名前は何ですか？ジョージです。今日本に住んでますね。住んでますね。もう、かれこれ13年、14年ぐらいかな。はい。もう地味に長いです。長いですね。長いですね。はい。もう長すぎる。でもなんか慣れる時間は、なんかどのくらい時間がかかりましたか？日本になれる、ああ、そうだね。日本で仕事してると、やっぱいろんな大変なことあるんで、そこはちょっと慣れようがないっていうか、慣れるところもあれば、もうなかなか慣れないところもあったりとかするんで、そこは普通に自分に合う仕事、職場を探すしかないのかなっていう。で、自分は個人的に転職は5回ぐらいかなやってる。6回ぐらいやってるんで、やっぱり自分に合った環境を探すしかないのかなっていう。なので、無理に日本だからって、全てが最高だみたいな気分になりがちだけど、そこは、あんまり無理せずに、自分に合わない、職場とか仕事だったら、そこは普通にもう恥じることなく転職しちゃっていいと思うんだよね。なんで、はい。そんな感じです。はい。でも、日本の会社の中で、ブラック企業の会社、働いたことがある。働いたことあります。はい。最初に入った会社が、名前は出さないけれど、もちろん。日本のすごく有名な、大企業だったんだけど、そこの、国内営業の部署に配属されて、で、もう、いわゆる、社畜、もう、超ブラックで、もう毎日終電まで、場合によっては終電間に合わないみたいな日もあったりとか、すごく大変でしたね。で、仕事も面白くなくて、営業とはいえ、新規開拓とかじゃなくて、既存のお客さんに対して、仕事をしてたんだけど、基本的にずっとパソコンとにらめっこで、電話も多かったんだけど、あとメール。すごく、辛かったけど、普通にもう自分以外全員日本人で、お客さんも全員日本人で、もう英語を、その仕事は2年目で辞めたんだけど、もうマジでね、俺英語ちょっと忘れてるかもみたいな時期もあって、もう英語を使う機会がなくて、ずっと働いてたから、もうマジでね、ずっと日本語の生活をしてて、やっぱ疲れるね、途中から。できるんだけどね、できることを、確認できてよかったんだけど、ちょっと辛かったなっていう、感じかな。そう、難しそうですね。難しいね。でもね、やっぱこれが結構ね、日本語が上手い外国人が最近すごい増えたなっていう印象を受けるんだけど、YouTube とか TikTok とか、インスタとか見ててね、すごい増えたなと思うんだけど、敬語ができる子はね、少ないのよ。少ないです。そう。みんなね、タメ口で喋るのみんなすごい上手いんだけど、ちゃんと敬語って尊敬語、謙譲語とか、そういろいろあるから、その場面に合った正しい言葉を使うっていうのが、やっぱ経験しないとわかんないから、今の若い日本人の、子たちとかもできないから、そこはもう慣れるしかなくて、で、それはちゃんと仕事して覚えるしかないから、だからそれは、経験できてよかったなっていう、もう毎日自分が下っ端だったので、もう自分の部署の人間だって、もうお客さんももちろん、丁寧な言葉で、でメールはすぐ慣れたんだけど、やっぱ対面で、ミーティングとかで、その場ですごい、めちゃくちゃ相手を意識して話さないといけないので、言葉の選び方とか表現だったりとか、正しい敬語になっているかどうかとかの、最初ね、完璧にできなかったんで、先輩だったりとか、ジョージこういう時にはこういう風に言った方がいいよとか、その言い方ダメだよとかね。そういうのはやっぱあったんで、もう慣れるしかないなっていうのは、あるかなっていうのは、それは経験できてよかったなっていう。仕事自体は辛かったけど、日本語を覚える意味ではすごく、勉強になったなっていう。そうです感じかな。そう、でも最初の仕事はブラック企業です。そうです。でもその時、どんなレベルで日本語が？もう普通に割と今と変わらないぐらいかな。
うん。そうだね。もう本当に日本語漬けの生活だったので、今とそうだ、そんな変わらないんじゃないかな。今と多分、普通に、まあ不自由はないっていうか、日本人と、もう電話だったら間違えられるみたい。外人なんだみたいな。そうそうそう。外国人だと思わないっていう、よく言われてたんで、まあそれぐらいのレベルだったかなっていう。自分で言うのはちょっとすごい恥ずかしいんだけど。まあそうだね。電話では割とバレない自信があったかな。でもバレる時もありますか？名前を言う時ぐらいかな。あとまあ、例えばなんだけど、まあその専門用語があったりとか、その業界で使う言葉があったりとかするんだけど、それを例えばじゃあ知らなかった時に、あれみたいな。っていうのはあったかもしれないね。でもあんま、普通に会話してて、向こうも多分日本人だと思ってるかどうかわかんないんだけど、でも多分外国人っていう風に言われたことないし、あと実際に会って、例えば電話で、その客さんと喋ってて、実際に会いに行った時に、なんかびっくりされたことあって、外国人なんですかみたいな。日本で生まれ育ったんですかとか、ハーフかと思いましたみたいな言われるんだけど、もう結構ゴリゴリの外人なんで、結構やっぱ相手がびっくりすること多いですね。今でも、例えばお店予約して、ご飯とかね、レストランとか予約して、名前言って、で、実際に行くと、みたいな、びっくりされることはあります。そうですね。だから普通のなんか褒められる言葉、日本語上手ですね。なんかとかはあんまりなんか日本人言わない？なんか最近言われないね。なんかなんだろうな、普通に接してくれる人が多いかも。まあたまにね、まあおばあちゃんとかそういう、人は、日本語上手ねみたいな、言われることあるんだけど、でもそれ以外に。俺結構なんかどっか新しいとこ行った時とか、お店とか入った時に、日本語ができますよっていうアピールをするので、安心させるじゃないけど、なんかこう、この人は日本語 OK なんだっていう、合図じゃないけど、なんかこう出してあげると、相手も、じゃあもう普通にじゃあ日本語で言っちゃっていいんだなっていう空気を作っていくっていうのは結構やってるかな。そういう空気、オーラは、なんか大事だと思います。でもそういうことは、なんか、何も、なんか話さないんで、日本人が分かれると思いますね。喋れないで、それは難しいね。やっぱ見た目は、こんなん、ね、なんで、普通に多分、日本語ができるとは多分、思われないんだよね。普通に、外人なんだっていう多分。そうですね。だから、俺は、口を出すと。こっちから喋れますよって、みたいな感じで行くと、相手が安心する。大丈夫、日本語できますよ、大丈夫ですよっていう。それは結構意識してるかもしれない。そうなんだ。でもなんか、質問があります。もしなんか、予約とか、レストランに入るとか、店とかに入るのは、なんかダメみたいな時もありますか？いや、ないかな。全然ない。外国人なんか行けない経験はないですか？ないね。ないかも。でももしなんか全然、なんか全く日本語喋れない人、こういう場所に行ったら、こういう経験が来るかもしれないけど、でももし普通にスラスラ日本語できて大丈夫かな？一個あるのが、メニューは日本語しかない。あと手書きだったり、例えば居酒屋とかで手書きのメニューだったり、すごい読みづらいんだよね。読みづらい。漢字がね。だから、それしかないから、もし外国人を連れてくるんだったら、ちゃんとそこはやってほしいみたいなことを言われたことある。だから、英語のメニューないから、それでもいいんだったらいいよっていう感じの、レストランには行ったことある。で、僕が全部、メニューを、もう、翻訳じゃないけど、これはこれだよ、これはこれだよっていうのを説明して、で、注文は全部僕がやるみたいな。そういう経験はあるけど、僕自身がダメですっていうふうに言われたことはないかな。ないです。ないですか？そこは、はい。最初、なんだろうな、入って喋るまでは、なんか、みたいなのあるけど、喋り出すと、じゃあいいよ、みたいな。それはあるかもしれないね。そう。田舎とか特にね、日本の田舎に行くと、
それは多いかもしれないね。そう。そうそう。でも最初からなんか東京じゃなくて、僕の場所に住んでることありますか？あります。九州の熊本っていう、場所があるんだけど、そこに、もうこれ大昔だけど、2009年から2010年、1年間、交換留学生として、熊本大学にいましたね。なので、熊本に1年間、はい。はい。まあ、住んだことあります。で、熊本どういう経験がされてますか？熊本はね、面白かったよ。やっぱその言葉も違うし、方言がね、熊本弁っていうのがあって、で、自分当時大学2年生だったから、日本語は割とできてたけど、まだそんなに、まあ、なんだろうな、流暢ではなくて、で、いきなり熊本弁になって、で、すごい方言を覚えていったんだけど、だからすごいなまってた、その当時は。それはあったんだけど、そうだね、あと僕みたいな見た目の人、今どうか知らんけど、当時の熊本では、まあ、中国人とか韓国人の、留学生とかいたけど、僕みたいな強烈な見た目の人はいなかったから、目立ってたんだよね。だから普通に、買い物とかどっか出かけてる時に、すごいなんか見られる。写真撮られたりとか、なんか指刺されたりとかは、あったね、昔。まあでもなんかその、嫌な感じではなかったけどね。なんか普通に、おーみたいな、面白いみたいな、うわ、すごいあの人大きいとかね。とか、うわ、外人だみたいな、たまにあったね。東京では今ちょっと考えられないけど、当時の九州ではそれよく、熊本ではよくあったね。そうですね。そう、でも最初からなんか留学できて、でもなんかその後で、なんかイギリスになんか一旦戻って、そう、で、その後でどうやって日本になんか戻りましたか？そうだね。1年間留学して、で、イギリスに帰って、で、普通に2年、3年、4年やって卒業して、で、その後に、僕の場合は、文部科学省の国費研究生っていうのが、あるんだけど、制度があるんだけども、研究生としてまた日本に来て、で、まあ、とある大学で、その研究生として在籍して、研究活動っていうか、その時ね、第二言語習得論、あと言語学、言語教育とかの勉強っていうか研究をしてました。で、論文書いて出して、で、結局、大学院には行かず、普通に就活して、ちょっとやっぱ仕事してみたいなっていう気持ちがあって、1年半ぐらいかな結局、研究生として在籍したのが。そう。で、就活して、普通に就職した。研究生として修了したのが、2014年の3月だったんだけど、就職、内定もらって、その翌年の2015年の4月入社だったから、その1年が空いたのよ。で、どうしようっていうことで、学生ビザがもう切れちゃったから、イギリスに帰って、その時にワーホリ取ったんだよね。ワーホリ取って、で、1年、日本でバイトしながら、日本を旅行してた。で、実はね、日本全都道府県、日本にはね、47都道府県あるんだけど、全部行ってる。全部。そう、一番好きなところは。難しいね。季節によるけど、結構北海道が好きなんだよね。っていうのも、北海道ね、飯がうまい、特に海鮮、うまいし、あとね、夏はまあ、最近ちょっとまた暑くなってるけど、まず梅雨がないし、なんだろうな、カラッとしてる比較的。ムシムシはそんなにしてないから、過ごしやすい。ちょっとイギリスに近いかもしれない。天候がね。なので、イギリス人にとっては過ごしやすいかもしれない。北海道が、そう。だから、あとは九州も好きなんだよね、やっぱりね。昔住んでたし、九州もご飯うまいし、でも夏はね、暑い。やっぱ南に行けば行くほど暑くなるんで。そう、東京より。東京も暑いけどね、でも九州ね、ちょっと、難しい話だけど、熊本って盆地。盆地なんだよね。そう、京都と同じ。そうと同じ、そう。京都と一緒だから、すっごい暑いの。夏が。すごい、曇るから暑さが。だから、結構しんどかったね。住んでた時は。もうすごい暑くて。やっぱ、イギリス人だからさ、暑いのね、苦手。
苦手です。やっぱ、イギリス寒いからね。基本的にね。今のレベルはほぼネイティブみたいな日本語ですね。まあまあまあ、不自由はないかな。ネイティブかどうかはわかんないけど、まあ、そうだね。普通に、多分その辺の若い日本人の学生より語彙力あると思うん、そうですね。でも全然なんか違和感はないみたいなやつ。すいません。そう。そう、なんかすごいレベルだと思います。でも、本当になんか、ゼロからどうやんで日本語を勉強していますか？う。そうだね。やっぱ時間はかかるね。やっぱね。そうです。ここも。どのくらいかな？まあでも僕結構早かったんだけど、やっぱすごい没頭して日本語を勉強してたっていうか、やっぱこう、楽しく日本語に触れて、覚えてたので、ひたすらテレビ見たりとか、まあドラマとか映画とか、あとお笑いもすごい好きだったんで、お笑い見たりとか、あとなんだろうな。まあやっぱ勉強っていう意味では、やっぱ漢字はもう勉強しないと絶対覚えられないので、そこはちゃんと勉強してたけど、で、それ好きになって、ちょっと漢字マニアみたいな感じ、時期もあったんで、昔。だから結構、常用漢字以外の漢字も結構まあ普通に読めるし書ける。漢字検定くらい。漢字検定で、2級は普通に持ってる。昔取ってたけど。で、準1級を数点で落ちたんだよね、昔に。そう。ちゃんと勉強してなかったから。そう。でもはい、漢検は持ってます。あんまりない。2級もめちゃくちゃむずいよ、普通に。難しい。日本人でも難しいです。取れない。日本人は2級は取れないよ。漢検で。勉強しないと絶対無理だと思う。うん、日本人でもね。てかね、日本人のための試験だから。外国人が受けるもんじゃない。でも受けて、普通に、2級だったら持ってる。そう。今でも多分無理だと思う。そう。でももう書く機会ないからね。全然ないですけど。そう。読めるけどね。うん。今書けって言われたら書けないかもしんない。そうです。そう。でも日本語、なんか、話せる、うん。そう、聞ける、うん。なんか書けるでしょ？書ける。そう、でもどのくらい書ける？なんか普通に今。今普通に書けるよ。書く機会がだいぶ減ったけど、実はね、俺結構アナログ人間で、今、手帳持ってるんだけど、それ全部日本語で書いてる。全部日本語毎日。手書きで。そう、手帳で自分のその予定だったりとか、そうなんだ。日記じゃないんだけど、普通にでも予定とか全部日本語で書くようにしてる。そうなんだ。だから、それぐらいかな。でも、それ以外もう書くことないから、全部のやっぱパソコンと携帯だから、うん。もうそれでなんとか、漢字を、ちゃんと、なんだろうな、忘れないように、そう、練習というか、使ってるかな。うん。そうね。いい習慣だと思います。そう。だからゼロから。うん、そうね。ちょっと今、大昔のことだからね、ゼロからっていうのは。何してたかな。そう、漢字は。そう、最初ね、できなかったから。できなかった。でもそう、その時代はなんか、こういうなんか、今の時代いろんなアプリとか AI がありますね。でも、なんか上手勉強する。なんか当時に、全然なんか AI はなくて、あんまりなんかアプリもなくて、なんかそのままなんか教科書とか使ってますか？ない？教科書はあんまり使ってないけど、一応あったんだけど、あんまり使ってなかった。うん。基本的に、そうだね。一応 YouTube とかあったし、あとまあ当時ね、まあダウンロードして、いろんなコンテンツ、お笑いだったりとか、ネットでいろいろこう、まあそう、ダウンロードして見たりとか、あと日本人の友達から送ってもらった DVD とか、DVD 懐かしいね。懐かしい。そういうのを使ったりとかして、日本語に触れてたかな。そう、でも方法について、どんな方法を使ってますか？エージャット知ってますか？エイジャットはしてます。はい。当時も、そう、大学生だった時も、俺の一個上の先輩が、エイジャットについて教えてくれてて、で、割とでももう、エイジャットのことを知る前から割と、同じようなことをやってたから、じゃあこれでいいんだなっていう、逆になんかこう、確認ができてよかったな。これやっぱこの没頭する、これにひたすら無我夢中でやるっていうのがやっぱ正しいやり方だなっていう。で、なんだろうな、今ちょっとこう、自分がつまずいた話なんだけど、やっぱ最初、その熊本に留学してた時に、結構会話は割とできるようになってたんだよね。でも、いざこう小説読もうと思って、
読めなかったの、やっぱり。漢字が全部読めないから、もう漢字がたくさんあって、知らないこともたくさんあって、もうこれ読めない無理ってなって、で、これしんどいなと思って、これどうしようと思った時に、やっぱり常用漢字、ちゃんと漢字を覚えてやろうと思って、ちゃんと勉強しようと思って、もう全部、もう常用漢字を全部、もう最初から最後まで全部、音読み、訓読み、で、熟語とか文章で全部覚えて、で、暗記して、で、毎日書いたり、毎日漢字書く、毎日たくさん漢字書いて、当時でも暗記っていうね、アプリが当時もあったのよ。で、それを使ってた。当時はね、暗記を。それだけはあったので、それを暗記にたくさん自分のカードを作って、で、それも毎日やってたし、ひたすら毎日新しい日本語を入れて、でも全部こう本から取って入れた。自然な日本語。自然な日本語。でも暗記について暗記は毎日どのくらいカードをそう通過しますか？そう、10、20、どのくらいかな？そうだね。日によるけど、でももう本当に最終的にはもういくらやっても終わらないぐらいの量になってたので、すごかったよ。多分、すごい。何千枚もあったと思う。1000枚。で毎日復習についてどのくらいカードをやってますか？暗記で。車でやってたね。本当ですか？でも多分普通の人15、数カカードにがあって、で、復習は多分100ぐらいですね。でも、ジョージはどのくらい、復習のカードがありましたか？でもね、一気にじゃなくて、1日に何回も分けてやってたから、そう、全部合わせると、でも当時なんだろうな。そうです。暗記は多分、毎日2、3時間ぐらいやってたんじゃないかな。2、3時間多分。いや、結構やって、もう暇あればやるみたいな感じ。一気にじゃないよ。だから、ちょっと時間空いた時に5カードやって、で、またこう、そういう感じだったので。そうです。集中的に、結構ね、暗記はね、朝起きてやってたね。そうです。学生の頃は。朝起きて、とりあえずもう日本語だっつって、で、当時パソコンだったから、パソコン開いて、暗記を、最初の授業、講義に行く前、大学のね、講義に行く前に、暗記をやって、だ多分、朝は最低でも30分ぐらいはやってたと思う。30分。最低でもね、最初ね。で、普通にまた、授業が終わって、また時間空いたらやったりとか、というのはやってたかな。で、新しいの追加したりとかね。例えば、本読んでて、これ新しい単語とか新しい言葉、この表現いいな、みたいなと思ったら、それを追加して、みたいな。そう、当時にアプリのツールは、例えば読みたんとか読みちゃんとか、ないです。いや、わかんない。今そう、自分の手で、暗記を。そう、自分の手で全部もう、手動で。そうなんだ。だから、俺、今の逆に、もう日本語勉強してるわけじゃないか。もう10年以上勉強っていう勉強してないから、10年以上だな。もう本当に最後に多分本当に勉強したのが2012年ぐらい。だからもう13年、勉強してないんだよ。だから、今日本語を勉強してる人たちが使ってるアプリだったりとか、あんまわかんないかも。暗記はまだあるよね、でもね、多分ね。みんな使ってる？そう、みんな使ってます。そう、僕も使ってます。そう、もちろん。今の子たちの方が絶対有利だと思う。たくさんあるから。そうですね。そう、楽だと思う。日本語勉強するのが。でもいろんなツールがありますけど、でも、だから、早く、日本語上手になる人が多くて、でも、そういう効率的な方法と、情緒を使ってる方法は何が違いますか？何が違うんだろうな。そう、例えば、日本語、普通にペラペラになる人、1年ぐらいになる人もいるから、だから、でもその人と、何年ぐらい日本語を勉強している人と比べて何が違いますか？そうだね、多分かけてる時間だと思う。そうです。だから僕もすごい早かったんだけど、日本語を覚えるのが。そう、3年ぐらいですね。もう3年ぐらいでこれぐらいだったと思う。で、そうだな。もう本当に、もうひたすら日本語。イギリスにはいたけど、もうとにかくなるべく英語を使わないで、もう全部日本語でやるみたいな。そう、だから僕もう本当にマニアックで、例えば、イギリスの大学で普通に、授業を受けてるから、論文、いろんなエッセイを英語で書くじゃん、普通に。でも、
僕の参考文献は日本語の本だったりとか、だから日本語で読んで、それを使うみたいな、もうそれぐらいマニアックだったかな。そうだ、とにかく日本語をたくさん使って、あとはまあ、例えば、ポッドキャストだったりとか、そう、日本語で聞いて、まあ当時はね、ほとんどなかったから、ちょっとあれだったけど、まあなるべく、暇な時間に日本語を使うっていう風には心がけてたかな。そうですか。そうね。いい方法だと思います。そう、だから、大事なのが、とにかく、楽しく、日本語に触れる。無理に例えばね、もう日本語覚えたいって、日本語早く喋れるようになりたいっつって、こう無理する人もいると思うんだよね。いる。興味ないのにやろうとするとか、それ良くない。とにかく自分の好きなことを日本語でやる。だから、簡単に言うと、これ一番気に入ってる言い方なんだけど、日本語をじゃなくて、日本語で。そこが大事。で、日本語でやってると、日本語を覚える。そう。だからそこを意識すればいいと思う。そう、いいと思いますね。日本語で好きなことをする。そこが一番大事だと思う。でも目的も大事ですか？目的も大事。何がしたいのかっていう。どこまで行きたいのかっていう。まあ、いろんな人いると思うんだけど、もうとにかく例えば M1、日本語能力試験の1級取りたいみたいな。1級取ればもう満足、終わりみたいな人もいるんだよ。会ったことあるし、1級取ったからもういいですみたいな。それは、まあ別にいいし、それはいいし、まあ僕の場合は普通にもう日本人と遜色なく、普通に日本人と変わらない、もうネイティブレベルに、行きたいと思ってたから、もう、こういう、もう、没頭するしかない。もうこれはもう、全部日本語でやるみたいな。そうなんだ。だから、一級なんか合格してから、まだモチベーションが持ってます、ね。もう全然だからこれ言うとちょっとすごい、なんか嫌なやつに聞こえるかもしれないけど、一級は、勉強せずに取った。もう昔、2011年、何も勉強せずに、もう普通に受けて受かった。で、一回でもちろん。で、試験のために勉強する人もいるじゃん。で、試験が終わったらもうやらない。それが一番嫌。俺は勉強せずにいつでも、今でも受けても絶対受かるようにはしたいなと思ってて、だから常にできる状態でいたいっていうのが意識してたから、だからテストのために勉強しなかった。だから毎日できたいもん。その日だけじゃなくて、ずっとその状態でいたいって思ってたから、だから勉強しなかった。そうです。わかる？わかります。そう。だから、テストのために勉強して、わーってやって、テスト受かって、で、その後に全部忘れる人、いるのよ。それ良くないんだよね。そう。だから、テストのために勉強するのは、あんまり、なんだろうな。いや、いいんだけど、大事だけど、いいモチベーションになるけど、その先もちゃんと考えないといけないなっていう。そうです。じゃあ M1 取った。じゃあ次、じゃあ日本で仕事してみよう。という目標を持つとかね。そう。それだったらいいと思う。そう。だから日本語の勉強を続くと、なんかその目的はだんだんなんか変わりますね。そうね。そう。そうだと思う。そうなんだ。その通り。そうですね。難しいですね。そう。だからまあ、とにかく、だからさっき言ったみたいに、日本語に楽しく触れる。で、楽しく触れてるうちに、日本語を覚えてくるから。だから、それが一番大事かな。だからさっき言ったみたいに日本語をじゃなくて日本語で。日本語で。っていうのを意識してやっていきましょうっていうね。はい。そう。っていうのが僕のメッセージかな。いいメッセージですね。でも、なんか、たくさんの言ってる人は、一級の日本語は全然なんか生活として出てこないという人が多くて、でも本当ですか？合ってますか？どうだろうな。まあ、覚えてないからね。一級のでもまあ、多分一級の、その試験の内容が、ちょっとこう、まあ、マニアックな、普段そんなに使わないような文法だったりとか、言い回しが多分出てくると思うんだけど、まあそうだね。だから一応日本で仕事するんだったら最低限2級 N2 がないといけないっていうことなので、だからまあ M1 がないとダメっていうわけではないと思うんだけど、まあでも持っておいて損はない。一応あったら多分あった方がいい。で、いいベースにはなる。でも、それがすごい日常生活で使う
ことはそんなにないかもしれない。そう、そんなにないけど、でももし日本に住みたかったら、なんか、仕事、そう、あった方がいいです。あった方がいいね。そう。いいステップアップにはなると思う。いいステップアップ。そう。M1 持って、そうすると多分、もうちょっと自信がついてくるから、よし、じゃあ仕事してみよう、みたいな。で、M1 持ってれば多分大体の、普通の多分、仕事だったら割と、できるかな。そうですね。まあわかんないこと。だからそれが、だから次のチャレンジだね。M1 取って、よし、じゃあ仕事してみよう。できるか。で、多分できないこともあると思うから、そこは普通にまあ慣れていくしかないかなっていう。でもそれもそれで楽しいじゃん。そう。いや、だから、俺はそれ最近ないから、新しい、だから、わかんない日本語があんまりないから、あんまりないです。正直。だから、だから面白くないんだよね。学んでた時が一番やっぱ楽しかったっていうのがあったから、まあたまにね、まあ本を読むとか、すごいなんか自分の専門外のことを見るときに新しい日本語がたまに出てくる。おお、これ知らなかったな、みたいな。たまにあるんだけど、でもまああんまないね、普段ね。普段の日常生活において新しい日本語に出会うことはまあない。あんまり。そう、だから、羨ましい逆に。今勉強してる人たちがもう全部楽しいじゃん、なんか。そう、全部楽しいです。全部楽しい。そう、そうなのよ。だからぜひそれを楽しんでください。っていうね。大体興味ある人、なんか日本語、なんかについて、アニメ、漫画、ドラマ、音楽とか、好きな人が多いですね。特にアニメ。そう、だから、なんか、何のきっかけがありますか、日本語で。そう、なんかメディアについて。メディア、はい。僕が高校生だった時に、僕の高校に日本人の留学生が一人いて、で、その人と仲良くなったのがすごいきっかけだったんだけど、その人ね、すごいラップが好きだったのね。ラップ。そう。で、日本語ラップを聞かせてくれて、いやこれめっちゃ面白いと思って、でも全然わかんなくて、もちろんね。でもなんかとにかくなんかこれなんかこのフローとか、こんな日本語もあるんだみたいな。で、それですごいなんか興味が湧いて、で、結構今でもそうなんだけど、日本語ラップをずっと聞いてんのね。で、日本語のラップって、まあそのラッパーもそうなんだけど、やっぱすごい言葉の達人。だからすごい使う日本語も面白いし、韻を踏む。で、なんだろうな、とにかく使ってる言葉がすごい難しかったりとか、いろんな、で、とにかくその韻を踏むっていうのが面白いんだよね。だからそれで覚えられるから、そう、だから、日本語のラップをずーっと聞いて、覚えた日本語もたくさんある。あと MC バトルっていうのがあるんだけど、日本語の MC バトルめちゃくちゃ面白いよ。全部即興で。で、なんかね、楽しいよ。そう、イギリスと比べて全然違います。その MC。違うね。イギリスとかアメリカは結構よく、音楽なかったりとか、で、なんかこう喋ってる感じ。1分喋って、1分喋って、なんかこんな感じでやるんだけど、日本のバトルはどっちかっていうと、音楽流れて、で、例えば、8小節とか、16小節とかで、こう、やりとり、ずっと交代で止まらずにやっていくんだよね。で、それが超楽しくて、で、ビートにも合わせて、でめちゃくちゃそれが、そう、聞いててめちゃくちゃ気持ちいいし、そういうのをずっと、だから初めて日本来た時に、そういうイベントにたくさん行って、もう、実際に今でも仲いい日本人のラッパーたくさんいるんだけど、そう、結構ね、マジでそれがでかかった。自分の日本語において、その語彙力とか、その言葉もたくさん、あと表現。やっぱ表現力がすごいから、ラッパーは。ね、そのリリシスト。なんかやっぱリリックがすごい面白いから、そう、それが結構僕のすごい基盤。自分のなんだろうな、他の人とちょっと違うところがそこかなっていう。だからアニメとかじゃなくて、やっぱ音楽がでかかったかなっていうのはあります。あとね、ラップの面白いところって、若者言葉、ね、いろんなスラングだったりとかね、たくさん使うから、やっぱ、他の外国人は絶対知らないようなスラングとか、若者言葉たくさんそれで覚えたんだよね。で、それも結構、面白かった。そう、一番好きなスラングはうわどうしよう。一番好きなスラング。うわどうしよう。うわ出てこないね。何がいいんだろう。何がいいんだろう。多分自然には使う場面があったら出てくるだろうけど、なんだろう。ちょっと考えます。すいません。はい。大丈夫。
何なんだろう、スラング。四字熟語が。四字熟語だったら、そう、多分。たくさんあるよ、してるやつ。どうしようかな。そういう努力っていう意味では、粉骨砕身っていうのがあるんだけど、粉骨砕身努力するっていう、もう体がボロボロになるまで努力するっていう意味なんだけど、それも好きだし、まあよく一生懸命とかね。あとなんだろう。虎視眈々と狙うとかね。そういう言葉があったりとか、なんだろうな。たくさんあるよ。四字熟語は。なんか自然に出てくるんだけど、まあ試行錯誤とか、なんだろう。たくさんあるよ。そうね。でも全然聞いたことない。やつあった？そう、あったね。気になる？どれが気になる？でも、多分なんか先に言ったことは、なんか、そう、ボロボロまでに、そう頑張ってること、そうそう。そう。だから骨が砕くまで、もう努力してっていう意味で、で、細心ってその身が、そう、なんか、とにかく体がボロボロになるっていう、4文字が並んでる。でもすごいと思います。こういうなんか、意志を持ってる人は、なんか、なかなかいない世界に。そうね。やっぱ、自分はだいぶマニアックというか、やっぱ変わってるなっていう、自覚はあります。そうですね。いいことですね。なんか、そう。もう昔だからね、覚えたのがね。だから、今急に聞かれてなんかなかなか出てこないんだけど、そう、当時すごい勉強してたから、たくさん把握してると思う。四字熟語とか。そうです。そう。はい。14年日本に住んでますね。いろんな仕事をやってますね。そうです。もう、長いです。はい。いろんな仕事をしてるし、はい。経験は結構豊富。でも、そういう噂は本当ですか？例えば日本の会社の中で、残業とかいろんな腹がありますね。例えばなんかパワハラとか、そういうなんか社会問題がありますか？日本の。はい。そうですね。最初に入った会社が、ちょっとブラックで、はい、もう毎日残業してたね。もう普通に終電まで残業したりとか、あと自分が部署の中で一番下っ端だったんで、誰よりも早く来ないといけない。朝すごい早いし、夜も遅い。で、嫌な仕事をさせられる。とか、あと自分、外国人なのに国内営業をしてたから、自分の部署に自分以外全員日本人で、結構ね、おっちゃんとかで、もう日本からあんま出てこないし、なんかずっと日本で国内営業してるようなおっちゃんもいたりとかしてたから、そういう人たちに対してから、まあちょっと差別じゃないけど、なんかこう、まああったね。ちょっとやっぱ偏見。なんかなんだろうな。僕全然イギリスとか海外の話持ち出してないのに、なんかいきなり最初からなんか、お前ちょっと海外は知らないけどよ、みたいな。日本ではな、みたいなこと言われてるよ。みたいな。別に何も言ってないのに、みたいな。なんでそういう風に言われないといけないんだ、みたいな。そういうのあったし、でもそうだね、残業と嫌な仕事をさせられる。あとやっぱ自分が一番下だから、全部敬語。全部敬語だし、それもちょっとやっぱ疲れるし、なんか自分らしくできないっていうのは感じてたかな。もし敬語を使わなくて、なんかどう？でもそれもそれで違和感あるから、やっぱり、だから日本の仕事、ってか、敬語はいいことだと思っていて、今の仕事でも、すごいみんな年が近くて、本当はまあタメ口でもいいだろうっていう空気なんだけど、みんなは一応丁寧語で話すようにしてて、で、それがすごいやっぱこう、関係を作る上で、結構必要なんだよね。そうです。慣れ慣れしくしすぎる、なりすぎると、やっぱちょっと、なんだろうな、変な空気になるんだよね。ちょっとやっぱ距離感が、ちょっと測りにくくなるから、丁寧語で話すとちょうどいいバランス、ちょうどいい距離感ができるから、そう。だから、それはいいことだけど、でもなんかめちゃくちゃ、謙譲語とか、めちゃくちゃ、なんか堅苦しい日本語は、まあ正直いらないんじゃないかなと思ってる。マジで。堅苦しいし、気持ちよくないし、なんか疲れるし、気持ちもこもってないとそもそも意味ないし、そう。そういうのあんまり、まあ覚えてたけど、当時も使ってたけど、まあ丁寧語でいいだろうっていう考え方では
あるかなっていう。ですね。はい。だから、なんか教師のアドバイスは、敬語を勉強した方がいいですね。ね。やっぱりね、そう。みんなね、タメ口上手だけど、ちゃんと敬語は、まあ、丁寧語ができれば OK。まあ、でも本気で仕事、日本で、普通に会社員として働きたいんだったら、ちゃんとした敬語を覚えていった方が絶対いい。関係を作るのにはね。ただ、でも、外国人だから、ちょっとやっぱり許されるところもあるので、そこは、まあ、なんだろうな。あんまり深く、気にしすぎると良くないので、そうです。普通に自分らしく、とにかく丁寧語で喋ってれば、基本的に OK だから、そこは意識して。でもまあ、難しいからね。タメ口で使うような表現を入れたりとかすると、それもそれで変だし、そうですね。そう。だからそこちょっと難しいんだけど、日本語って言ってもいろんな日本語があるから、そう、いろんな日本語。そう。その敬語とか、タメ口とか、あと方言、スラングとかね、いろいろあるからね。その、どの場面で何を使うのかを、まあ意識して考えないといけないから、そこはちょっと、もう一つの日本語の難しいところではあるんだよね。そう。そう。ね。そうね。奥深いね。はい。そうですね。多分なんか日本語だいぶ詳しく知ってますけど、でも、なんかイギリスの方ですね。でも本当にイギリスって、なんか恋しい？あります。僕ね、やっぱイギリスのローストディナーが好きなんだよね。ローストね。ローストはやっぱりね、たまに。日曜日の。そう。あれは、イギリスのね、伝統料理なんだけど、それは食べたくなることはある。あとなんだろうな。まあ、昔、友達と一緒にやっぱパブの文化も嫌いではないかな。やっぱ、友達と集まってパブ行って、ね、飲みながらこう楽しく会話するっていうのは好きだし。ゆっくり遊べるね。そう。あとなんだろうね、もうまあ、そんなに、イギリスでしかできないことはそんなにないので、基本的に日本で不便なく。まあでもそうね、まあ家族とローストディナー。家族とローストディナー、それだけ。そう、そんな感じかな。あとなんだ、まあ、そうだね。あと音楽やっぱイギリスはいろんなフェスがあったりとか、音楽も楽しいし、あとスポーツみんなやっぱ熱心なファンが多いから、その雰囲気が好きだね。あとやっぱロンドンもやっぱすごい国際豊かな感じで、いろんな人いるじゃない？だからそれもそれでロンドンの面白さではある。いろんな人種もいるし、いろんな言語も飛び交ってるし、みんな違うからこそ面白いっていうのはある。それはちょっと恋しいかなっていう。やっぱ東京でもね、やっぱ外国人は増えたけど、でもやっぱまだ圧倒的に少数派なので、そこはね、ちょっとやっぱイギリスに帰って普通の人になれるっていうはちょっとたまに恋しいなっていうのはある。そう。って感じかな。そうですね。なんか日本は住みやすいですね。日本は住みやすいですね。安全ですしね。綺麗ですしね。そう、飯も美味しいですね。飯は美味しいし、そう。日本最高。そう。でも最後の質問は、どうぞ。多分、これから、ずっと、日本に住みたいですか？いい質問だね。そうだね。当分はいると思うんだよね。もう日本が自分の第二の故郷っていうか、そうだね。イギリスも日本ももう同じぐらいの気持ちでいるかな。まあ、あまりなんだろうな。一応帰化するっていうことができるんだけど、帰化するつもりはない。もうイギリスのパスポートでいいんだけど、まあ永住権、本当は取れてたんだけど、一回日本出たから世界一周した時。だからちょっと今準備してるんだけど、いずれは多分永住権取って、そう。まああとね、今、奥さんも今子供もいるので、今8ヶ月、もう0歳の娘がいるので、はい、大変です。もう、ずっと寝不足です。そう、だからもう家族ができたから、やっぱ日本に多分、しばらくは日本にいるかな。だから、ずっと日本かな。まあでも機会があったらね、イギリスに帰ったりとか、
まあ他のヨーロッパとか他の国にもし行く機会、仕事とかでね、行く機会があったら全然行ってもいいけど、そうですね。まあ日本もね、ベースにはしたいなと思ってる。うん。最後の言葉。最後。最後の言葉とか、フレーズとか、うん。アドバイスとか、インスピレーション。そう、なんでも大丈夫。うん。ですね。はい。そう、そのチャンスがあります。大丈夫。大丈夫かな OK。とにかく、楽しく。何でも勉強でも、人生でも、生活でも、仕事でも、とにかく楽しいことを見つけて、それに集中する。あとさっきのね、日本語をじゃなくて日本語で。うん。で、それは、言語のね、勉強とかだけじゃなくて、もうすべてそうだと思うんだよね。何かでやって、まあその楽しく。で、それで何かを得る。うん。だから、でがおにつながるっていう、そこがやっぱり自分の今ちょっと気に入ってる。アドバイスじゃないけど、なんかこう自分のこう、今意識してることかな。うん。はい。すいません。ちょっとややこしい話で申し訳ないんですけども。楽しかった、本当に。いろいろなこと、なんか教えてくれてから、だから、すごいと思います。本当にありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございました。はい。ありがとうございます。はい。